はい、皆さん、こんにちは。今日はまたニュースの切り抜きで紹介していきます。今回は、記事のタイトルは、アップルはベトナムで何を生産してますかというものです。過去2年間で、ベトナムはアップルのサプライチェーンに参加し、製品を完成させることにより、アップルにとって重要な工場になりました。中国とインドに加えて、ベトナムはアップルのサプライチェーンにおいて重要な国になりつつあります。製品ポートフォリオが拡大し、収益目標が増加するにつれて、アップルからの生産需要が増加しました。製品ポートフォリオというのは、企業が手掛けている製品の一覧の組み合わせということです。多くの国際的な情報源は、ベトナムが同社の世界的な生産とサプライチェーンの重要な部分になりつつあることを確認しています。国内のアップルパートナーの工場で加工、組み立てされた製品が拡大。現在、iPad、AirPad の他に、MacBook や Apple Watch などの高精度が要求されるデバイスもベトナムで製造される予定です。次に、ベトナムの協力工場について紹介されています。ベトナムの25の製造パートナー。アップルの製造パートナー数に関する最新のレポートによると、ベトナムには25社の工場があります。2018年のこの数は14社です。アップルのリストには、世界中の約190のパートナーが含まれています。また、ベトナムは、アップルが生産に依存している地域のグループでも、中国、日本、米国、台湾、韓国に次いで6位にランクされています。アップル製品を製造する工場を持つ企業には、ラークシェア、ファクコン、コンパル、ゴエルテックなどのおなじみの名前が含まれています。さらに、インテルやサムサングなどのアップルコンポーネントの重要なサプライヤーも言及されています。実際にアップル製品はベトナムでも作れるんですかね。モバイル業界の専門家によると、Apple Watch は iPad や AirPad よりも高度な製造精度を備えたデバイスです。小さなフレームに多くの小さなコンポーネントを組み立てるには、高度なエンジニアリングと技術が必要です。Apple Watch の生産は、ベトナムの工場の勝利であり、国内の技術部門の成功を示しています。最近、多くの報道機関が、新しい MacBook と Mac Pro コンピューターも2023年からベトナムのパートナーによって組み立てられると述べました。まだ iPhone はありません。ブルームバーグによると、インドとベトナムは、パートナーが集まって供給を多様化するにつれて、アップルの次の目的地として浮上しています。記事の方でも触れてるんですが、北部の方で生産テストをしているという話があります。ハイフォン市から爆認証、爆山証のあたりは、電子部品メーカーが次々と増えています。特に私の印象では、サムソンや LG 関係のサプライヤーが多いと思うのですが、韓国系であることと、機密が多い電子部品業界なので、なかなか情報が分かりにくいと感じています。記事によれば、MacBook と Mac Pro の一部はベトナムで組み立てがされているそうです。しかしカメラモジュールはベトナムでも製造されているそうなんですが、他の iPhone 本体はまだベトナムでは生産されてないという話です。例えばインドでは iPhone SE の一部を製造する工場が稼働しているそうです。Apple では人材採用について情報が出ているそうなんですね。これらの人材の採用基準は非常に高くて、まず経験者であること、次に英語や中国語を条件にしているということだそうです。ここにある経験者というのは、電子部品の経験者なのか、管理、マネジメントの経験者ということになると、北部の日系企業も気を緩められない話なんですよね。
まあ、詳しくは今回の話、原文の記事の方でも紹介されてますので、そちらの方もご参考ください。また気になるニュースありましたら紹介してまいります。それでは、ありがとうございます。さよなら。